温泉まんじゅうの茶色は温泉の色なのか。普通のまんじゅうと違い、茶色い風貌をした温泉まんじゅう。一体なぜ茶色くなったのでしょう。その秘密は温泉まんじゅうの原料である黒糖。鉄分を含んだ伊香保温泉の温泉は茶褐色をしていて、その色に似せるため黒糖が使われたのだそうである。人はなぜ鳥肌が立つのか。寒さを感じると交感神経が優位になり、毛穴のそばにある立毛筋と呼ばれる小さな筋肉が収縮します。立毛筋の収縮によって毛穴が閉じると、普段は横になっている毛がビンと立ちます。この現象を立毛と言います。立毛筋が収縮すると、毛穴の周辺がやや盛り上がり、鳥肌が立った状態になるんです。車のフロントガラスの凍結防止策とは、撥水剤を車のフロントガラスに塗ります。車のフロントガラスにカバーをかけます。JAF の実験では、凍結防止対策はこの2点が一番有効だということです。10月の末からでも育てられる初心者向きのハーブとは。初めての方でも育てるのが簡単な4種のハーブをご紹介いたします。チャイブ、ローズマリー、ミント、パセリです。ローズマリーは木です。ローズマリーは独特の香りがあります。虫除け効果も期待できます。害虫などによる病気の心配はほとんどありません。チャイブは朝月の仲間です。ネギのように刻んで洋風のスープに浮かべたり、バターに混ぜてハーブバターとして食べることができます。食卓が少しおしゃれになります。ミントはペパーミントなどで知られるスースーする葉っぱです。アイスクリームの上に乗せたり、お湯をかけてミントティーにしたりしていただきます。パセリは主にお刺身の飾り付けに使われることが多いです。セロリと同様、独特な風味があるため、好き嫌いは分かれるところです。地球に近い環境の惑星とは、鶴座の方向16光年先にあるグリーゼ 832c という惑星は地球に近い位置にあり、環境も似ているということで研究が進められています。地球の 5.4 倍の質量を持っていますが、四季も存在しており、生命体がいる可能性も高いとのことです。宇宙は同じような景色が無数に存在しており、太陽系も無数に存在しております。かつてアインシュタインは言いました。宇宙は一つではないんです。別の宇宙には違うあなたが存在しています。月の土地が2700円で買えます。宇宙に関する法律に
1967年に発行した宇宙条約があります。実はこの宇宙条約では国家が月を所有することを禁じているものの、個人の所有については言及されておりません。そこに目をつけたのがアメリカのデニス・ホープ氏です。1980年、彼はサンフランシスコの行政機関に所有権の申し立てをして受理され、国連やアメリカ政府、旧ソ連に対して月の権利宣言書を送付。異議申し立てがないことを受け、ルナ・エンバシー社を設立し、月の土地の販売、権利書の発行を始めたのである。値段は1エーカー、1200坪、2700円で、日本でも購入が可能です。購入すると月の土地権利書、月の地図、月の憲法の3つの書類が送られてきます。スワローズ対ヤクルトとは。プロ野球ペナントレースでテレビ中継中に珍事が起きました。9月5日、CS 放送フジテレビ1で中継されたヤクルト対広島で、試合中に実況アナがスワローズ対ヤクルト、スワローズ対ヤクルトと連呼してしまったのです。ツイッター上では批判の声より、めちゃくちゃ見てみたいぞ、空耳かと思ったといった微笑ましく受け止める投稿が目立っておりました。選挙で2人の候補者がもし同じ得票数だったら、選挙で2人の候補者がもしも同じ得票数の場合、一体どうなってしまうんでしょう。テレビの選挙速報を見ながらこんなことを考えたことはないでしょうか。この場合、ちょっといい加減な気もしますが、実はくじ引きで決めるんです。公職選挙法第95条2項では、選挙会において選挙長がくじで定めるとあります。じゃんけんでは権威が軽く見えてしまうんでしょう。上野動物園のラクダの昔あったびっくりエピソードとは、ラクダが初めて靴を履いたのである。ラクダが初めて靴を履いたのは1966年、昭和41年9月20日のことである。このラクダは特別におしゃれだったわけではなく、足の裏の皮膚が異常に分厚くなる病気にかかってしまったため、手術などの手当てをしたがなかなか回復せず、とても痛そうだったといいます。これを見かねたある靴屋さんがラクダに革靴を作ってプレゼントしたのである。喜んでしばらくは靴を履いていました。しかし何しろ相手はラクダである。
最初の靴は1ヶ月ほどで底が抜けてしまいます。仮縫い一つするのにも大変だったが、それでもこの靴屋さんは諦めず、その後も数回靴をプレゼントいたしました。結局、靴屋さんの思いは届かずに、このラクダは足の病気のために1973年、昭和48年7月9日、安楽死の処置となって亡くなってしまいました。ラクダは体内の脂肪はすべてコブに集中しています。この脂肪は食料が不足した時のエネルギー源となるんです。砂漠で何日も食べなくても死なないのはそのためなんです。フランシスコ・ザビエルは2度来日する。実は3度来日しているんです。1度目は誰もが知っているように、戦国時代の1549年。2度目の来日は、なんと1949年。死後400年経って再び日本を訪れているんです。とは言っても、来日したのは彼の右腕だけなんです。死体が腐らないのは奇跡だと、右腕だけが切り離されて、ローマのジェズ教会に安置されていました。この右腕がザビエルの来日400年を記念して日本へとやってきたのです。この右腕は1999年にも日本に来ており、これが3度目の来日となります。右腕からは今もなお生命的なものを感じるとザビエル教会の人は語っています。アマゾンには毒芋を主食とする人々がいる。芋を主食とする地域は暑い地方には結構多いが、その中で南米アマゾン下流域の芋食はちょっと変わっているんです。アマゾン下流域の人々が常食にしているのは万丈花芋という芋なのだが、この芋には有毒な青酸を含むものと無毒なものがあります。主食とするのはこのうちの有毒な芋の方なのである。ただし、毒芋はそのまま食べれば死んでしまうことから、もちろん毒は抜きます。掘り起こした後、カゴに入れて1週間ほど川の水に浸しておくと、有毒な青酸が流れ出てしまうんです。毒抜きをした後は、皮を剥いてすりつぶします。それから竹で編んだ筒に入れて、重りをつけて木に結び、水分を抜きます。芋が十分乾燥すると、フライパンでいります。すると、2、3ミリぐらいの米粒のようなものができるんです。ファリーニャと呼ばれるもので、これが主食となるのである。どうして人は電車内で端っこに座りたがるのか。ガラ空きの電車がやってきて、
ドアが開くと端っこの席から埋まっていきます。真ん中にドカッと腰を下ろせばいいようなものですが、なぜか端っこから席が埋まっていくんです。これは日本人独特の習性のようで、アメリカ人は真ん中から腰をかけていくのが普通だと言います。この違いを日本人の謙譲の文化とアメリカ人の自己主張の文化の違いだと指摘する心理学者もおります。また、相手への気遣いという面が日本人には強く働いているのかもしれません。端っこの席だと一方の人にだけ気を使えばいいが、端っこ以外は両側の人に気を使わなければなりません。電車に乗っている時間は短くても日本人にとってこの差は心理的に結構大きな違いと言えます。七種のゴンベイのゴンベイさんってだーれ？七種のゴンベイは名前のわからない人をからかっていう言葉。ゴンベイが七種扱いされたのは、昔の農村社会ではゴンベイはごくありふれた名前だったことからなんです。そこから都会の者が田舎者のことを見下すとき、あのゴンベイがと呼ぶようになり、やがて大したことのない人物の代名詞になり、名も知らぬ人物を七種のゴンベイとからかうようになったんです。最近、かけ流しの温泉が減った理由とは、温泉は含まれる成分によって単純泉、ナトリウム塩化物泉、硫酸塩泉、炭酸泉、鉄泉、硫黄泉、酸性泉、放射能泉などに分けられます。温泉はこれらの成分を見分けながらそれぞれの効能と質感を堪能するわけなんです。一方、温泉旅館は都道府県に登録された検査機関による温泉成分の分析と温泉成分表の掲示を義務付けられているんです。2005年5月からは、これに湯量の減少や温度の低下による加水や加温などの修正項目を表示する義務も加わりました。つまり、それまでいかにもかけ流しのように見せかけていた温泉旅館は、正直に当温泉は加水・加温していますとか、お客に知らせなければならなくなったんです。正確にはかけ流しの温泉が減ったのではなく、実際に近づいただけなんです。カラスの水遊びは本当にカラスの行水なのか。入浴時間が短いことをカラスの行水と言います。ささっと入浴してすぐに風呂を上がることはちょっと不潔なイメージですが、そもそも実際のカラスの
入浴事情はどうなのでしょうか。カラスに限らず、多くの鳥は頻繁に水浴びをします。羽毛についた汚れや傷、虫などをそのままにしておくと、保温性や防湿性が落ち、飛行性能に影響が出てしまうからなんです。だが、実はカラスは鳥の中では比較的長く、2、3分かけて水浴びをします。それにより、黒々とした艶のある羽を保っているんです。カラスは意外に綺麗好きなのである。朝起きた後に飲むといい飲み物とは、朝起きてすぐに白桃を一杯飲んで体を起こしてから朝食と一緒、もしくは食後にお茶やコーヒーをいただくのが理想的なんだそうです。お茶やコーヒーには人をリラックスさせる効果がありますから、食後のくつろぎタイムのお供にはもってこいなんです。魚を焼くときは身から皮から。一般的に魚を焼くときには強火の遠火と呼ばれ、強火で遠くから短時間で焼くことが理想とされています。しかし、魚焼きグリルを用いる場合、遠火ではないため、強火で焼くと表面が焦げてしまう原因に。火の強さは中火程度に設定し、あまり時間をかけずに焼くことが美味しいお魚を仕上げるコツなんです。美人でなくても美人認定をしてくれます。日本が誇る絶世の美女として名高い小野小町、秋田県御徒町、現在の湯沢市はその生誕の地とも言われている。ところで、同地にある道の駅小勝では、小野小町にちなんだ証明書が発行されている。その名も美人証明書で、あなたは平安町の女流歌人で、美人の形容詞とされる小野小町に勝るとも劣らない美人であることを証明しますと記されているんです。ちなみにこの証明書、審査は不要で、誰でも1枚315円で購入可能です。証明書には希望の名前を記入してもらえるので、恋人や子供へのお土産としても求める人も多いと言います。マイクロカー、ミニカーは原付免許で運転が可能なのか、自動車免許は必要なのか。マイクロカー、ミニカーとは何ぞや何人乗りなのか。マイクロカーとは 50cc バイクと同じで、原動機付き自転車として扱われています。マイクロカーの乗車定員は1人です。
積載量は30キロ以下と決められております。一人乗りとはいえ、車輪が3輪もしくは4輪のキャビン付きの自動車のため、原動機付き自転車と比べて安定感があり、雨が降っても濡れることなく運転できることや、ヘルメットをする必要もございません。道路交通法令では普通自動車とされているため、運転するためには自動車免許が必要となります。法定速度も60キロと定められております。しかし、高速道路は走ることはできません。トヨタで販売しておりますコムスは、家庭用の 100V コンセントを使用して約6時間でフル充電することが可能です。充電にかかる電気代はわずか156円。フル充電で約 57km 走行することができます。わずか156円で 57km 走行とは驚きです。お金が貯まってしまいますね。毛布を体の下に引くとなぜ暖かいのか。正しい毛布の使い方。それは毛布は体の上にかけるものではないのです。毛布の最強の使い方は体の下に引くということなんです。毛布を下に引けば2月ぐらいまでは掛け布団1枚でもいけるかもしれません。一番下に敷布団、その上に毛布、その上に私が寝る、その上に掛け布団をかける。これがベストです。毛布を体の下に引くと、寝ている間に体から放出される熱を下から受け止めてくれるので、保温効果がバッチリなんです。掛け布団は羽毛布団がいいですね。暖かい状態を作るには、羽毛布団を直接体に触れさせることが不可欠なのです。羽毛は体温を感知して膨らみ、保温性を高める性質があります。羽毛布団と体の間に毛布があると、この効果を遮断してしまうんです。羽毛布団の効果を最大限に引き出すためにも、毛布は下に引くのがベストです。たった62人。大富豪が全世界の半分の富を持つ、あまりにも異常な世界の現実とは。大富豪が巨万の富を握り、庶民は重労働と安月給にあえぐ。そんな100年前の世界に私たちは逆戻りしているんです。富める者はますます富。一度落ちれば這い上がれない。これでいいわけがありません。世界のトップ62人の大富豪が36億人と同額の資産を持っている。62人で約180兆円を持っているという計算になります。日本人ではただ一人、ファーストリテイリングの柳井正社長がそのメンバーに含まれております。ユニクロで有名ですね。全世界の 94.5% を超富裕層と富裕層が占めており、
残りの 5.5% は庶民全員の資産を集めた額となります。一部の人間だけでどうにでも未来を変えてしまうすごい力を持っております。そこに妬み、ひがみ、比較などが生まれ、陰謀論などを出し、お金儲けをしようとする輩も出てきております。情報は自ら選択する時代ですので、自分の人生の舵取りは自分で行うように気をつけてください。漫画喫茶はどうやって漫画を集めているのか。最近の漫画喫茶はインターネットやゲームの使い放題は当たり前。お腹が空けばファーストフードも注文できて、シャワーも浴びられます。宿代わりにはもってこいです。しかし、漫画喫茶の売りはあくまでも漫画の量。どれほどの漫画を置いているのかというと、最低ラインでも1万冊。大規模店になると3、4万冊の蔵書があるといいます。それにしても、それほどの蔵書をどう集め管理しているのでしょうか。実は漫画喫茶には漫画本の収集を代行してくれる漫画喫茶開業支援業者が存在します。業者は漫画本のラインナップはもちろん、立地の選定、システム管理、備品の調達までを一手に請け負います。だから漫画本のことがちんぷんかんぷんなオーナーでも漫画喫茶を経営できるわけなんです。ファミレスの周りにはなぜさつきの花が植えられているのか。郊外のファミリーレストランに行くと、なぜか建物周辺、駐車場付近にさつきの花が植えられているお店が多いんです。これはファミレスの経営者たちがさつき好きというわけでもなく、業界で申し合わせているわけでもありません。あくまでも経済効率を考えてのことなんです。さつきという植物は冬になっても葉を落としません。ということは、毎日落ち葉をかき集めて掃除をするという仕事が必要がないわけなんです。その分、人件費がかからないで済みます。またさつきは地面からすぐに枝を張り、その枝に葉がつきます。そのため、雑草の生える心配がなく、草むしりをする必要がありません。しかも初夏になると白、赤の花をいっぱいに咲かせ、見た目には結構豪華な感じがいたします。そんなわけで、できるだけ人件費を削り、値段で勝負をしたいファミレスチェーンにとっては、さつきはもってこいの植栽なのです。都会の紅葉があまり綺麗に見えないのはなぜなのか。春夏秋冬がはっきりしている日本では、秋といえば紅葉のシーズンです。気温が下がるにつれて、カエデ、ブナ、イチョウ、ナナカマド、山桜などの木々の葉が赤や黄色に染まっていきます。特にカエデの紅葉は鮮やかで美しい。それでカエデの別名、モミジから
野山に出て紅葉を楽しむことをもみじ狩りとも言います。しかし不思議なのは、都会にも楓は生えていて、秋になると紅葉するのだが、その色がなんとなく冴えないことである。これはなぜだろうか。木の葉が美しく色づくためには、夏の間に次の2つの気象条件が備わっていることが必要になる。一つには光天が続いて日照時間が長く、葉に強い紫外線がたっぷり注がれること。そして昼夜の気温の差が大きいことだ。しかし都会の自然環境というものは、仮に光天が続いてもスモッグや排気ガス、埃のせいで田舎ほど紫外線が強くない。また空をスモッグでドーム状に覆われているため、日が落ちても気温があまり下がらない。しかも都会の木々はもともと汚い空気で痛めつけられています。要するに木々が美しく紅葉するためには悪条件ばかりなんです。それで楓は赤黒く、イチョウは多少黄色になった程度で落葉してしまうのです。血圧にはなぜ上の値と下の値があるのか。40歳を過ぎる頃になると、会話の中に血圧という言葉が聞かれるようになる。俺は上が120で下が70などと自分の血圧を気にするようになるのだ。ところがこの血圧の上と下についてその正確な意味が分かっている人は少ないのではないだろうか。血圧の上とは心臓が収縮して血液がどっと送り出された時に血管にかかる圧力。血圧の下とはそれとは逆に心臓が緩んだ時に血管にかかっている圧力のことである。上下の差を脈圧と呼ぶが、一般に血圧の上が高くなれば下も高くなり、上が低くなれば下も低くなる。なぜ最近の養殖魚は美味しくなってきたのか。近年、魚の養殖技術が一段と進化している。天然物と間違えるほどの養殖魚も登場しているのだ。これは一つには養殖場を変えたことが大きい。かつて養殖場といえば湾内の静かな海域だった。そのため養殖魚は運動不足に陥り、油分が多くなりがちだった。今は養殖場を湾内から外の海へと移動させている。イカダの係留技術が発達したおかげで、海にイカダを浮かべ、その中で養殖ができるようになったのである。海は潮流が速いため、養殖魚はその流れによって運動しなければならない。つまり運動不足が解消されたことにより、身が締まり、脂肪の少ない養殖魚を育てられるようになったのである。おとり広告かどうかはどこで見分ければいいのか。おとり広告とは実際にはありもしない商品を広告に載せて客を釣る手法で、もちろん法律で
厳しく禁止されています。不動産屋のチラシを見て電話をかけると、その物件はただいま買い手がついてしまいました。実は似たような物件がもう一つあります。などと言葉巧みに誘導して店に足を運ばせます。そうなったら閉めたもので、売る側の思うツボというわけなんです。実際にお店に来させてしまえば、どうせ同じような物件なのだから、ここで決めてしまおうということになりやすい。それが狙いなんです。この手法、実は現在でもうまく応用されて使われています。その一つに、広告に情報をすべて載せないというテクニックがあります。肝心の目玉商品の値段をあえて掲載せず、電話や来店しての問い合わせを促したり、通信販売で内容をわかりやすくしすぎないようにしておいて、とにかくお電話くださいなどと電話番号がやたらと大きく書かれている広告は大抵このパターンと見ていいでしょう。国際とは何なのか。私は Google でググってみました。すると、国際と出ました。こが臭いのとは違うんです。国際です。読書がお好きな方はわかると思いますけれども、あの世に聞いたこの世の仕組みという本を書いている作者の方です。この本の内容説明です。ある日、突然、声が聞こえた。普通のサラリーマンがあの世と交信して知ったこととは、ごく普通のサラリーマンの僕はうつ病による記憶障害に陥ってしまいました。その病気を治そうと、お医者さんにもらったきつい薬を飲んだところ、突然守護霊と話ができるようになってしまいました。そして黄色いシャツを着た関西のノリの守護霊は絶妙な例えを使ってこの世のからくりを教えてくれるではありませんか。苦しみが生まれる仕組み。その苦しみから自分を解き放つ方法など様々なことを教えてくれます。そしてその内容はみんなが知れば必ず平和な世界が訪れると思えるほどの内容だったのです。そんな秘密をあなたも知りたくはありませんか？続きはこの本でご覧ください。冬登山の危険性とは？冬登山で一番怖いのは悪天候に見舞われた時なんです。悪天候による条件下では、転倒による滑落、ルートミス、低体温症、凍傷、雪崩など、様々なリスクに遭遇する可能性が格段に高くなります。実際、冬山での過去の大きな遭難事故のほとんどは悪天候の時に起きております。携帯用のツェルトは必ず持参し、前もって冬山登山の知識は身につけておきましょう。登山計画は必ず第三者にも
伝えておくことが必須です。山での捜索は実費となりますので、後に莫大な捜索費用が請求されます。必ず登山保険には入っておきましょう。ミネラルウォーターの賞味期限はなぜ長いのか。水を長期間そのままにしておくと大抵腐る。ところがミネラルウォーターは1年や2年は平気だ。まずミネラルウォーターのミネラルとは何なのか。これはカルシウム、鉄、亜鉛、コバルト、マンガンなどの生理作用に必要な無機物の総称です。要するに体にいい成分というわけだが、それ自体はミネラルウォーターの賞味期限の長さとは関係がない。賞味期限の長さの秘密はその製造法にあります。ミネラルウォーターの主力ブランド、南アルプスの天然水は大方の雑菌を排除するミクロフィルターでろ過されています。さらに除菌された水の充填と密栓の作業は NASA で開発されたクリーンルームという雑菌が限りなくゼロに近いゾーンで行われているといいます。このように念を入れた処理があってこそミネラルウォーターの長い賞味期限は実現されるのです。軍事衛星はどんな働きをしているのか。現代の戦争空間は空と海と陸だけではない。宇宙も戦いの場の一つなのである。各国が宇宙空間に打ち上げた軍事衛星が仮想敵国の動向を監視しているのだ。軍事衛星には偵察衛星と攻撃衛星がある。攻撃衛星は地上を攻撃できる衛星で、これは世界的に禁じられており、世界のどの国も保有していないとされる。現在宇宙にあるのは偵察衛星のみで、役割によって2種類に分けられる。一つは早期警戒衛星だ。早期警戒衛星の役割は、敵国の大陸間弾道ミサイルの発射をいち早くキャッチすること。大陸間弾道ミサイルのロケットエンジンから放出される赤外線を捕捉、その情報を直ちに送る。もう一つの偵察衛星はスパイ衛星だ。探索衛星とも呼ばれ、仮想敵国の動向を探るのには欠かせない。高い解像能力を持ち、高度数百キロメートルの上空から地上にいる人間のちょっとした動作まで撮影できます。仮想敵国がどんな軍事施設を作り、そこに何を運び入れているのか、スパイの働きなしでも偵察衛星があれば探れるわけなんです。未だに冷凍できない食材とは。驚いたことに、現在では生卵が冷凍できるのだと言います。本来、卵の黄身はそのまま冷凍すると、タンパク質がゴム状に変質して食べられなくなります。
ところが砂糖や塩を混ぜ、凍る温度を下げて冷凍すると、解凍した生卵は茶碗蒸しのように固まったり、メレンゲのように泡立ったりする性質を表現できるといいます。生卵の冷凍化が成功したものだから、もはや冷凍できない食材はないだろうと思うのだが、そうでもないらしい。豆腐やプリンはスポンジ状になり、牛乳は成分が分離し、レタス、キャベツなどの葉物野菜は葉の繊維がガラス状になります。大根もおろしの形でしか冷凍できないんです。なぜ景観を見るとつい緊張してしまうのか。悪いことなど何もしていないのに、景観を見るとつい緊張してしまう。ぎこちない動作をしたり、視線をそらしたりしてしまうものだ。これは条件付けによる学習の結果と言われる行動だ。例えば、幼児期に親から悪いことをしたらおまわりさんに言いつけるからね、と脅されたことはないだろうか。この時、幼い頭にはテレビで見た犯罪者が警官にしょっぴかれる光景が映し出され、自分もあんな風に警官に連れて行かれるのか、連れて行かれたらどうなるんだろうと怯えるものだ。それがやがて警官を見ると条件反射的に緊張するという状態を生み出すことになる。大人になってからも警官の姿に緊張を覚えるのは、子供の頃に植え付けられたイメージを覆すような体験をしないままで成長するからと言える。ペンテル修正液のキャップのギザギザにはすごい役割がある。1983年、昭和58年に販売されたペンテルの修正液。そのキャップのデザインには意外と知られていない役割がある。先端の内側にはギザギザ加工が施されているんだが、実はここに修正液のペン先を差し込んでくるくる回すと、ペン先についたカスを取り除くことができるのだ。殺虫スプレーがカセットコンロを生んだ。家庭用カセットコンロを業界で初めて販売したのは岩谷産業である。それまで都市ガスのない家庭で鍋をする場合、プロパンガスのボンベに長いホースをつなぐことが一般的だった。こうした不便を解消するために岩谷産業が着目したのが殺虫剤のスプレー缶。これをヒントに使い捨てガスボンベを開発すると、1969年、昭和44年に卓上コンロの製品化に成功したのである。私たちが見ている太陽は8分以上前の太陽なんです。太陽の光は地球にたくさんの恵みを与えてくれるが、地球にいる私たちはその光が届くまでをリアルタイムで見ることはできないんです。地球と太陽の距離は約1億5000万キロも離れているため、
光が届くまでに時間がかかるからなんです。では、実際にどのくらい時間がかかっているのかというと、光は1秒間に約30万キロ進むことから、太陽から地球まで光が届くのに8分19秒かかる計算になります。つまり私たちが見ている太陽の光は常に8分19秒前のものということなんです。総理と首相のそもそもの違いとは、日本の長のことをどう呼ぶかと考えると、総理あるいは首相という言葉を連想するが、そもそもその二つにはどのような違いがあるのか。それは一言で言うと、総理は略称、首相は通称となります。法律上では内閣総理大臣と言います。国会では慣例として総理と呼ばれているが、議員が国会で何々総理と呼ぶことはあっても、何々首相と呼んだりはしないのはそのためなんです。一方、中国では将が君主を助ける役割の人物を示すことから、財務大臣のことを財務相と呼ぶなど、将は大臣の通称としても用いられます。首相はこうした大臣の主席という意味なのです。なお、諸外国においては首相と呼ぶことで統一されています。今夜が峠ですとはどういうことなのか。医療ドラマなどで今夜が峠です、今夜が山ですなどという言葉をよく聞きますが、大体の意味はわかるんですが、どういう意味なんでしょう。非常に危ない状態で、いつ亡くなってもおかしくないことを今夜が峠ですという言葉を使います。また、なんとか朝まで危ない状態を乗り越えて徐々に解放に向かえば、山は越えましたよという言葉を使います。辞書には物事の絶頂の時期、極限と出ています。峠を越せるかどうかの分かれ目なのです。今夜が生死の分かれ目。峠を越えたら助かるという意味です。サラリーマンに確定申告は必要ないのか。サラリーマンは原則確定申告をする必要はない。サラリーマンは勤務先の会社が従業員に代わって申告・納税を行ってくれるので、原則として自分自身で確定申告を行う必要はありません。税金は毎月給料から源泉徴収天引きされ、勤務先が社員全員の税金を代わりに納めているのです。副業などで会社以外で収入を得た場合はどうなのでしょう。その年1年の副業の総額が20万円までなら OK です。確定申告をする必要はありません。会社以外で副業で年間20万円以上の収入を
得た方は確定申告をする必要があります。もしあなたの会社が副業は絶対に禁止という会社の場合は注意するポイントがあるんです。会社に副業が見破られてしまうのは急に住民税が上がってしまうからなんです。会社に副業を絶対に見破られたくない方は、住民税は源泉徴収、天引きしないことなんです。住民税のみは自分で払うようにいたしましょう。住民税が上がって会社にバレるかバレないかは運次第になってしまいます。そのため自分で住民税は払った方が無難です。日常で起こった珍事件。店員さんとの出来事。コンビニでガリガリ君を買って、袋はいりませんと店員さんに言ったら、店員さんは不思議そうな顔をして、袋を剥いてくれました。そうじゃないよ。ローソンの店長に顔を覚えられて、すごく久しげに話しかけられます。夜勤明けですか？ぜひ唐揚げくんを。今からお帰りですか？帰り道に唐揚げくんを。1280円になります。唐揚げくんも連れて行きませんか？唐揚げくんを仲間にしますか？唐揚げくんだよ。おい、ばあさん、やめろ。買いもしないくせに、スマートフォンについて店員に、野菜もこれ切れるの？とか、超次元なことを聞くのをやめろ。店員も店員で、今は無理ですが、おいおいとか、大胆に、雑に嘘をつくのをやめろ。そういえば今日、iPhone 13を受け取る際に、有害サイトのフィルタリングはどういたしますか？と、女性店員さんに聞かれたので、ああ、有害サイトを見たいんで、つけないでくださいって言ったら、聞かなかったことにしまーすと、クールに流されたので、死にたい。かっぱ寿司にて。めちゃくちゃこれうまいですね、このマグロ。どこで取れたやつですか？バイトらしき店員。海です。もう！私のことを嫌いなんでしょ？いや、好きだよ。じゃあ全裸でコーラ頭から浴びて、そのままディズニーランドのパレードに混じって、ミッキーの頭取ってきてよ。いや、それは無理だけど。ほら、
やっぱり私のこと嫌いなんじゃん。ってカップルが喧嘩してて、恋人いなくてよかったと思った。本日の最高だった瞬間は、不動産屋の営業さんが、この辺りは治安もいいですし、と言った次の瞬間の曲がり角で、警察官に連行されていく人を見送った時です。駅の改札でスーツを着た若い男女が揉めてて、ねえ、お願い。もう一軒行こうよ。もう一軒だけ。嫌だよ。終電遅れたら大変だし、明日お互い仕事じゃん。そんなこと言わないで、飲むだけだから。ダメ。今日はほんと無理。って、だだこねてたのが、女性の方だったのが最高だった。バイトで先輩のギャルが、三途の川ってスイカで渡れないの？マジか。やばーって言ってたの。最高だったな。ツタヤにて。俺、ポルノの新しいやつありますか？店員。それでしたら、あちらのカーテンの向こうです。俺、いや、探しているのは CD なんですが。店員。ポルノに CD ってあるんですか？このやりとりが数分続き、この後店長に謝罪させられました。しかも、店員は女性でした。計画停電中のセブンイレブンにて、弁当を買ったら、温めますか？ええ、温められるんですか？温められないです。なんだこの野郎！ヨドバシカメラのレジにて、店員、贈り物ですか？俺、自分への、店員、ではラッピングをしましょう。俺、お願いします。店員、クリスマスは？俺、仕事です。店員、私もです。俺、では、メリークリスマス。店員、メリークリスマス。マクドナルドにて、店員さん、ナゲットのソースはバーベキューソース、マスタードソース、クリーミーランチソースがございますが、いかがなさいますか？私、クリーミーランチソースって何ですか？
店員さん、ナゲットのソースですよ。私、でしょうね。ポテトの L サイズください。店員、ご一緒にポテトはいかがですか？ご一緒にポテトはいかがですか？すごいデブの小学生の男の子が猛スピードで必死に自転車漕いできて最高だったんだけど赤信号で急ブレーキした後、はぁ、はぁ、目が霞んできやがったって言い出して、さらに最高でして。さっき、いつも悩んでいるタピオカ屋が開いていたから、1個買ったんだけど、店員さんがみんなギャルで、これシロップ入ってなくないとか、どれがアッサムとか、蓋の開いてるカップを持ちながら、すんごい喋ってて、飛んだ唾が入ってそうで、最高だった。バレーの試合観戦行ったら、隣のギャルがオレンジと黒のユニフォームを見て、めっちゃハロウィンじゃーんって言ってて最高だった。